朗読。ある日の大石内蔵助。芥川龍之介作。立て切った障子にはうららかな日の光が差して、さがたる老木の梅の影が何軒かの明るみを右の端から左の端まで絵のごとく鮮やかに描している。元浅野匠の神家来、当時細川家にお預かり中の大石内蔵助義勝は、その障子を後ろにして淡然と膝を重ねたまま、さっきから初見に余念がない。書物はおそらく細川家の家臣の一人が貸してくれた三国志の中の一冊であろう。国一つ座敷にいる中で、片岡源五右衛門は今しがた川屋へ立った。早見東左衛門は下の間へ話しに行っていまだにここへ帰らない。後には吉田忠左衛門、原宗右衛門、増久太夫、小野寺十内、堀部安兵衛、狭間喜兵衛の6人が障子に差している日陰も忘れたような、あるいは初見にふけったり、あるいは消息をしたためたりしている。その6人が6人とも50歳以上の老人ばかり揃っていたせいか、まだ春の浅い座敷の中は肌寒いばかりに物静かである。時たましわ吹きの声をさせるものがあっても、それはかすかに漂っている炭の匂いを動かすほどの音さえ立てない。内之助はふと目を三国志から離して遠いところを見るような目をしながら、静かに手を傍らの火鉢の上にかざした。金網をかけた火鉢の中には、生けてある炭の底に美しい赤いものがかんがんと灰を照らしている。その火気を感じると、内之助の心には安らかな満足の情が今更のようにあふれてきた。ちょうど去年の極月15日に暴君のあだを返して泉岳寺へ引き上げたとき、彼自ら、新たのし、思いは春る、見はすつる、浮世の月にかかる雲なしと永じた。その時の満足が帰ってきたのである。赤穂の城を退去して以来、2年に近い月日をいかに彼は少女と角雑との中に費やしたことであろう。ややもすれば流行りがちな一頭の活気を構成しておもむろに木の熟すのを待っただけでも並大抵の骨折りではない。しかも秋夏の放った歳作は絶えず彼の身辺を伺っている。彼は放埓を装ってこれらの歳作の目を欺くとともに、合わせてまたその放埓に欺かれた同志の疑惑をも解かなければならなかった。山科や丸山の防御の昔を思い返せば、当時の苦衷が再び心の中によみがえってくる。しかし、もうすべては行くところへ行き着いた。もしまだ型のつかないものがあるとすれば、それは一等47人に対する抗議のご沙汰だけである。が、そのご沙汰があるのも、いずれ遠いことではないのに違いない。そうだ、すべては行くところへ行き着いた。それも単に復讐の虚が成就したというばかりではない。すべてが彼の道徳上の要求とほとんど完全に一致するような形式で成就した。彼は事業を完成した満足を味わったばかりでなく、道徳を体現した満足をも同時に味わうことができたのである。しかもその満足は復讐の目的から考えても手段から考えても良心のやましさに曇らされるところは少しもない。彼としてこれ以上の満足があり得ようか。
こう思いながら、蔵之介は眉を述べて、これも初見に産んだのか、書物を伏せた膝の上へ指で手習いをしていた吉田忠左衛門に火鉢のこちらから声をかけた。今日はよほど暖かいようですな。さようでございます。こうしておりましても、どうかするとあまり暖かいので眠気がさしそうでなりません。蔵之介は微笑した。この正月の元旦に、富の森助右衛門が参拝の屠蘇によって、今日も春恥ずかしからぬ寝節かな、と吟じた。その句がふと念頭に浮かんだからである。悔いも義勝が今感じている満足と変わりはない。やはり、法医を遂げたという気の緩みがあるのでございましょう。さようさ、それもありましょう。忠左衛門は手元のキセルを取り上げて、つつましく一服の煙を味わった。煙は早春の午後をわずかにくゆらせながら、明るい静けさの中に薄青く消えてしまう。こういうのどかな日を送ることがあろうとは、お互いに思いがけなかったことですからな。さようでございます。手前も二度と春に会おうなどとは夢にも存じませんでした。我々はよくよく運の良いものと見えますな。二人は満足そうに目で笑い合った。もしこの時、義勝の後ろの障子に影帽子が一つ映らなかったら、そうしてその影帽子が障子の引き手へ手をかけるとともに消えて、その代わりに速水藤左衛門のたくましい姿が座敷の中へ入ってこなかったなら、義勝はいつまでも心よい春の日の暖かさを、その誇らかな満足の情とともに味わうことができたのであろう。が、現実は血色の良い藤左衛門の両頬に浮かんでいる豊かな微笑とともに遠慮なく二人の間へ入ってきた。が、彼らはもちろんそれには気がつかない。だいぶ下の間は賑やかなようですな。忠左衛門はこう言いながら、またタバコを一服吸い付けた。今日の当番は伝右衛門とのですから、それで余計話が弾むのでしょう。片岡なども今しがたあちらへ参って、そのまま座り込んでしまいました。通りこそ遅いと思いましたよ。忠左衛門は煙にむせて苦しそうに笑った。するとしきりに筆を走らせていた小野寺十内が何かと思った景色でちょいと顔を上げたが、すぐまた目を紙へ落としてせっせと後を書き始める。これはおそらく京都の西条へ送る消息でもしたためていたものであろう。蔵之介もまなじりのしわを深くして笑いながら、何か面白い話でもありましたか。いえ、相変わらずの無駄話ばかりでございます。もっとも先刻、近松が陳三郎の話をいたしたときには、伝右衛門殿なども目に涙をためて聞いておられましたが、その他は、いや、そういえば面白い話がございました。我々が吉良殿を討ち取って以来、江戸中に何かと仇討ちじみたことが流行るそうでございます。ははあ、それは思いもよりませんな。忠左衛門は怪訝な顔をして藤左衛門を見た。相手はこの話をして聞かせるのがなぜか非常に得意らしい。今も身寄りの話を2つ3つ聞いてきましたが、中でもおかしかったのは南八丁堀の港町あたりにあった話です。何でも事の起こりは、あの界隈の米屋の亭主が風呂屋で隣同士の高野の職人と喧嘩をしたのですな。どうせ起こりは湯が跳ねかったとか何とかいうつまらないことからなのでしょう。そうしてその挙句に
米屋の亭主の方が高野の職人に桶で散々殴られたのだそうです。すると米屋の丁稚が一人、それを遺恨に思って、暮れ方、その職人の外へ出るところを待ち伏せて、いきなり鍵を向こうの肩へ打ち込んだというじゃありませんか。それも主人の敵思い知れと言いながらやったのだそうです。藤左衛門は手真似をしながら笑い笑いこう言った。それはまた乱暴至極ですな。職人の方は大怪我をしたようです。それでも近所の評判は、その丁稚の方が良いというのだから不思議でしょう。その他、まだその通り町3丁目にも一つ、新麹町の2丁目にも一つ、それからもう一つはどこでしたかな。とにかく、処方にあるそうです。それが皆我々の真似だそうだから、おかしいじゃありませんか。東左衛門と中左衛門とは顔を見合わせて笑った。復讐の巨が江戸の人心に与えた影響を耳にするのは、どんなさじにしても心よいにそういない。ただ一人、蔵之介だけは、わずかに死体へ手を加えたまま、つまらなそうな顔をして黙っている。東左衛門の話は、彼の心の満足に、かすかながら妙な曇りを落とさせた。と言っても、もちろん彼のした行為のあらゆる結果に責任を持つ気でいたわけではない。彼らが復讐の挙を果たして以来、江戸中に仇討ちが流行したところで、それはもとより彼の良心と風馬牛なのが当然である。しかし、それにもかかわらず、彼の心からは、今までの春のぬくもりが、幾分か減却したような感じがあった。事実を言えば、その時の彼は、単に自分たちのしたことの影響が、意外なところまで波動したのに、いささか驚いただけなのである。が、普段の彼なら、東左衛門や中左衛門とともに、笑って済ませてるはずのこの事実が、その時の満足しきった彼の心には、ふと不快な種をまくことになった。これはおそらく彼の満足が暗々のうちに倫理と配置して彼の行為とその結果のすべてとを肯定するほど虫の良い性質を帯びていたからであろう。もちろん当時の彼の心にはこういう解剖的な考えは少しも入ってこなかった。彼はただ春風の底に一脈の比例の木を感じてなんとなく不愉快になっただけである。しかし蔵之介の笑わなかったのは格別二人の注意を引かなかったらしい。いや、人のいい東左衛門のごときは彼自身にとってこの話が興味のあるように蔵之介にとっても興味があるものと確信して疑わなかったのであろう。それでなければ彼はさらに自身下の前へ赴いて当日の当直だった細川家の家来堀内伝右衛門をわざわざこちらへ連れてこなどはしなかったのにそういない。ところが万事にまめな彼は中左衛門を顧みて伝右衛門殿を呼んできましょうとかなんとか言うと早速隔ての襖を開けて気軽く下の前へ出向いていった。そうしてほどなく見たところから武骨らしい伝右衛門と連れ立って相変わらずの微笑みをたたえながら独々として帰ってきた。いや、これはとんだご足労を願って恐縮でございますな。中左衛門は伝右衛門の姿を見ると義勝に代わって微笑しながらこう言った。伝右衛門の素朴で新卒な性格はお預けになって以来、つとに彼と彼らとの間に
呼吸のような音情でつないでいたからである。早見氏がぜひこちらへ参れと言われるので、お邪魔とは思いながら、まかり出ました。伝右衛門は座につくと太い眉毛を動かしながら、日に焼けた頬の筋肉を今にも笑い出しそうに動かして、まんべんなく一座を見回した。これにつれて書物を読んでいたのも筆を動かしていたのも皆それぞれ挨拶をする。蔵之介もやはり陰銀に会釈をした。ただその中でいささか滑稽の感があったのは、読みかけた太平記を前に置いて眼鏡をかけたまま居眠りをしていた堀部安兵衛が目を覚ますが早いか、慌ててその眼鏡を外して丁寧に頭を下げた様子である。これにはさすがな狭間喜兵衛もよくよくおかしかったものと見えて、傍らのついたての方を向きながら苦しそうな顔をして笑いをこらえていた。伝右衛門殿も老人はお嫌いだと見えて、とかくこちらへお出になりませんな。蔵之介はいつに似合わない滑らかな口調でこう言った。幾分か乱されはしたものの、まだ彼の胸底にはさっきの満足の情が温かく流れていたからであろう。いや、そういうわけではございませんが、何かとあちらの方々に引き止められて、ついそのまま話し込んでしまうのでございます。今も受けたまわれば、だいぶ面白い話が出たようでございますな。忠左衛門も傍らから口を挟んだ。面白い話と申しますと、江戸中で仇討ちの真似事が流行るというあの話でございます。東左衛門はこう言って、伝右衛門と蔵之介とをニコニコしながら当分に見比べた。はあ、いや、あの話でございますか。人情というものは実に妙なものでございます。ご一同の忠義に感じると、町人百姓までそういう真似がしてみたくなるのでございましょう。これでどのくらい自堕落な上下の風俗が改まるかはわかりません。やれ浄瑠璃の、やれ歌舞伎のと、見たくもないものばかり流行っている時でございますから、ちょうどよろしゅうございます。会話の進行はまた蔵之介にとって面白くない方向へ進むらしい。そこで彼はわざと重々しい調子で、髭の字を述べながら巧みにその方向を転換しようとした。手前たちの忠義をお褒めくださるのはありがたいが、手前一人の了見ではお恥ずかしい方が先に立ちます。こう言って一座を眺めながら、なぜかと申しますと、赤穂一般に人も多い中で、ご覧の通りここにおりまする者は、皆昇進者ばかりでございます。もっとも最初は、奥の証言などと申す番頭も、何かと相談に乗ったものでございますが、中頃から了見を変え、ついに同盟を脱出しましたのは、心外と申すより他はございません。その他、新藤源四郎、河村伝兵衛、小山源吾右衛門などは、原宗右衛門より上席でございますし、佐々木笹小左衛門なども吉田忠左衛門より身分は上でございますが、皆一挙が近づくにつれて変身いたしました。その中には手前の親族のものもございます。してみれば、お恥ずかしい気のするのも無理はございますまい。一座の空気は蔵之介のこの言葉とともに、今までの陽気さをなくして、急に真面目な調子を帯びた。
この意味で会話は彼の意図通り方向を転換したと言っても差し支えないが、転換した方向が果たして蔵之介にとって愉快なものだったかどうかはおのずからまた別な問題である。彼は10回を聞くと、まず早見藤左衛門は両手にこしらえていたげんこつを2、3度膝の上でこすりながら、キャツらは皆揃いも揃った認知症ばかりですな。一人として武士の風上にも置けるようなやつはいません。さようさ、それも高田軍兵衛などによると畜生より劣っていますて。忠左衛門は眉を上げて賛同を求めるように堀部安兵衛を見た。郊外家の安兵衛はもとより黙っていない。引き上げの朝、キャツに会った時には唾を吐きかけても飽き足らぬと思いました。何しろのめのめと我々の前へ面を晒した上に、5本も遂げられ、体型の至りなどというのですからな。高田も高田じゃが、小山田正左衛門なども性のないたわけ者じゃ。ませ九太夫が誰に言うともなくこう言うと、原宗右衛門や小野寺十内もやはり口を等しくして拝命の塔を罵り始めた。寡黙な狭間喜兵衛でさえ口こそ聞かないが、白髪頭をうなずかせて一同の意見に賛同の意を表したことはどどある。何にいたせご一同のような中心と一つご飯にさような輩がおろうとは考えられもいたしませんな。さればこそ武士はもとより町人百姓まで犬侍の六盗人のと悪行を申しておるようでございます。岡林木之助殿なども昨年切腹こそいたされましたが、やはり親類縁者が申し合わせて詰め腹を切らせたのだなどという風評がございました。また余震ばそうでないにしても、かような場合に立ち至ってみれば、その汚名も受けずにはおられますまい。まして4人はなおさらのことでございます。これは仇討ちの真似事をいたすほど義に勇みやすい江戸のことと申し、かつは金々ご一同のお憤りもあることと申し、さような輩を切って捨てるものが出ないとも限りませんな。伝右衛門は人事とは思えないような様子で公然とこう言い放った。この文では誰よりも彼自身がその切り捨ての任に当たりかねない勢いである。これに先導された吉田、原、速水、堀部などは皆一種の興奮を感じたように、いよいよ手ひどく乱心属死を罵殺しにかかった。が、その中にただ一人、大石蔵之介だけは両手を膝の上に乗せたまま、いよいよつまらなさそうな顔をして、だんだん口数を減らしながら、ぼんやり火鉢の中を眺めている。彼は彼の転換した方面へ会話が進行した結果、変身した小勾配の代価で彼らの忠義がますます褒めそやされているという新しい事実を発見した。そうして、それとともに彼の胸底を吹いていた春風は、再び幾分のぬくもりを減却した。もちろん彼が拝命のために惜しんだのは、単に会話の方向を転じたかったためばかりではない。彼としては実際彼らの変身をいかんとも不快とも思っていたが、彼はそれらの不忠の侍をも哀れみこそすれ憎いとは思っていない。
人情の荒廃も、世故の天変も、つぶさに味わってきた彼の眼から見れば、彼らの変身の多くは自然すぎるほど自然であった。もし新卒という言葉が許されるとすれば、気の毒なくらいな新卒であった。したがって彼は彼らに対しても終始寛容の態度を改めなかった。まして復讐のことのなった今になってみれば、彼らに与うべきものはただ敏捷が残っているだけである。それを世間は殺してもなお飽き足らないように思っているらしい。なぜ我々を忠義の死とするためには彼らを認知気象としなければならないのであろう。我々と彼らとの差は存外大きなものではない。江戸の町人に与えた妙な影響を前に心よからずと思った蔵之介は、それとはやや違った意味で、今度は拝命の徒が被った影響を伝右衛門によって代表された天下の公論の中に監守した。彼が苦い顔をしたのも決して偶然ではない。しかし蔵之介の不快はまだこの上に最後の仕上げを受ける運命を待っていた。彼の無言でいるのを見た伝右衛門は、大方それを彼らしい健常な心持ちの結果とでも推測したのであろう。いよいよ彼の人柄に敬服した、その敬服さ加減を非歴するために、この牧直な肥後侍は無理に和刀を一転すると、たちまち蔵之介の忠義に対する盛んな短笑の字を並べ始めた。果実も去る物知りから賜りましたが、もろこしのなんとやら申す侍は、炭を飲んで推しになってまでも主人の敵を付け狙ったそうでございますな。しかし、それは蔵之介殿のように心にもない放埓を尽くされるよりは、まだまだ苦しくない方ではございますまいか。伝右衛門はこういう前置きをして、それから蔵之介が乱行を尽くした1年前の一文を長々と喋り出した。高尾や愛宕のもみじ狩りも、陽京の彼にはどのくらい辛かったことであろう。島原や祇園の花見の縁も、苦肉の刑にふけっている彼には苦しかったのにそういない。受けたまわれば、その頃京都では大石軽くて張り抜き石などと申す歌も流行りましたよしを聞き及びました。それほどまでに天下を欺き仰せるのはよくよくのことでなければできますまい。先頃天野屋平門様が親友だとご賞美になったのも至極道理なことでございます。いや、それほど何も大したことではございません。蔵之介は不詳不詳に答えた。その人に高ぶらない態度が伝右衛門にとっては物足りないと同時に一層の奥ゆかしさを感じさせたと見えて、今まで蔵之介の方を向いていた彼は、永年京都勤番を務めていた小野寺十内の方へ向きを変えると、ますます熱心に水服の意を漏らし始めた。その子供らしい熱心さが一党の中でも通人の名の高い十内にはおかしいと同時に可愛かったのであろう。彼は素直に伝右衛門の意を迎えて、当時蔵之介が旧家の催促を欺くために衣をまとって増屋の夕霧のもとへ通い詰めた話を事細かに話して聞かせた。あの通り真面目な顔をしている蔵之介が当時里湯儀式と申す歌を作ったこともございました。
それがまたなかなか評判で、廓中どこでも歌わなかったところはなかったくらいでございます。そこへ当時の蔵之介の風俗が墨染めの衣姿で、あの祇園の桜が散る中を浮きさま浮きさまとそやされながら酔って歩くのというのでございましょう。里景色の歌が流行ったり、蔵之介の乱行も名高くなったりいたしたのは少しも無理はございません。何しろ夕霧といい、浮橋といい、島原や種目町の名高い太夫たちでも、蔵之介といえば下にも置かぬように扱うという騒ぎでございましたから。蔵之介はこういう重内の話をほとんど侮蔑されたような心持ちで苦々しく聞いていた。と同時にまた昔の放埓の記憶を思い出すともなく思い出した。それは彼にとっては不思議なほど色彩の鮮やかな記憶である。彼はその思い出の中に長ろうそくの光を見、キャラの油の匂いを嗅ぎ、加賀節の三味線の音を聞いた。いや、今十内が言った里景色のさすが涙のバラバラ袖に、こぼれて袖に、梅雨のよすがの浮き勤め、という文句さえ、春秋の中から抜け出したような夕霧や浮橋の生めかしい姿とともに、歴々と心中に浮かんできた。いかに彼はこの記憶の中に出没するあらゆる放埓の生活を思い切って受容したことであろう。そうしてまた、いかに彼はその放埓の生活の中に、復讐の今日、全然忘却した対等たる瞬間を味わったことであろう。彼は己を欺いて、この事実を否定するには、あまりに正直な人間であった。もちろん、この事実が不道徳なものだ、などということも人間性に明らかな彼にとって無双さえできないところである。したがって彼の放埓のすべてを彼の忠義を尽くす手段として激賞されるのは不快であるとともに後ろめたい。こう考えている蔵之介が、そのいわゆる陽教苦肉の刑を褒められて苦い顔をしたのに不思議はない。彼は再度の打撃を受けてわずかに残っていた共感の春風がみるみるうちに吹き尽くしてしまったことを意識した。後に残っているのは一切の誤解に対する反感と、その誤解を予想しなかった彼自身の愚に対する反感とが、うすら寒く影を広げているばかりである。彼の復讐の虚も、彼の同志も、最後にまた彼自身も、多分このまま勝手な称賛の声とともに5代まで伝えられることであろう。こういう不快な事実と向かい合いながら、彼は日の気の薄くなった火鉢に手をかざすと、天右衛門の目を避けて、情けなさそうにため息をついた。それから何分かの後である。川屋へ行くのにかこつけて、座を外してきた大石蔵之介は、一人縁側の柱に寄りかかって、完売の老木が古庭の苔と石との間に適々たる花をつけたのを眺めていた。火の色はもう薄れきって、植え込みの竹の陰からは早くも黄昏が広がろうとするらしい。が、障子の中では相変わらず面白そうな話し声が続いている。彼はそれを聞いている中に、おのずから一味の悲しい思いがおもむろに彼を包んでくるのを意識した。このかすかな梅の匂いにつれて、咲い返る心の底へ染み通ってくる寂しさは、この言いようのない寂しさは、一体どこから来るのであろう。蔵之介は青空に象眼をしたような、固く冷たい花を仰ぎながら、
いつまでもじっと佇んでいた。